で、ドクタースランプの第1話目を見て僕はいけると思った。ところが彼と話をして意外なことが分かったのは、彼はドクタースランプって今のタイトルで分かるようにこれはのり巻きせんべいのことで、あられは第1話で消える単なる発明品の一つだった。そこで消えるはずだった。ところがこののり巻きあられっていうのはすごく魅力的だったんですね。でそもそも前から彼が漫画の中に描くちょっとした蜂とかちょっとした何かがみんな女の子の格好をして出てきて、それがすごく絵で可愛かったんで、僕はそれを知ってたんで、彼の漫画の中の主人公をその女の子にしてほしかった。ところが彼は少年漫画だから女の子を主人公にするのが嫌だと言って論争になって、一つの賭けを僕は彼に提案したんですね。たった1回でいいから女の子の主人公にした読み切り漫画を描いてくれと。それを増刊に載せて、結果が良かったらのり巻きあられを主人公にする。ダメだったらあられは一瞬で消していいと。で、増刊号に載せたら僕の予測通り圧倒的にその漫画は人気が良くて、彼との賭けに勝って、あくまでもタイトルはドクタースランプのままいくということで、ドクタースランプが始まったわけですね。でこれ始まったら新人の信頼さにもかかわらずものすごく人気で、あとは皆さんが知ってる通りの圧倒的な人気になった。で彼がドクタースランプでお金が入ったんで、お家を引っ越しすることになりました。そしたら押し入れを開けたら、僕と一緒にやっていた2年間の間の没原稿、僕がダメ出しをした原稿は500枚あったという。だから500枚僕と彼の間で行ったり来たりしてダメだダメだって原稿があって、その上にドクタースランプが成り立ってるんですね。で彼がすごいのは、この500枚の僕がボツにした原稿を僕に分からないようにそーっとドクタースランプの中に話で持ってきてる。これは僕は後で分かったんだけどね。ということがドクタースランプに至るまでの話です。